突然ですが、皆さんはリアルフォースというキーボードをご存知でしょうか？こちらは知る人ぞ知る超高級キーボードであり、その独特でありながらも極上の打鍵感は今なお多くの人々をキーボード沼に叩き落としています。しかし、いざリアルフォースにはどんなものがあるんだろうと思って公式サイトを覗いてみると暗号が並んでいます。これでは購入しようにもどれを選んだらいいのか全く見当がつきません。というわけで今回は自分に合ったリアルフォースキーボードをどうやって選んだらいいのか徹底解説していきます。この動画を見ればあなたも今すぐこの暗号のようなページの意味が全てわかるようになりますよ。早速選び方を解説する前に、そもそもリアルフォースとはどんなキーボードなのか改めてご紹介しておきます。リアルフォースとはトープレ株式会社から発売されている高級キーボードのことです。その一番の特徴は静電容量無接点方式スイッチを採用しているという点です。キーボードのスイッチには入力する感触としてパタパタするものやカタカタするものなど非常に様々な種類のものが存在していますが、静電容量無接点方式のスイッチはスコスコという非常に独特な打鍵感を楽しむことができます。この打鍵感が一度タイピングをすると忘れられないほどに気持ちよく、僕を含め非常に根強いファンがたくさん生まれているのです。静電容量無接点方式のスイッチ触ったことないよという方はぜひ一度セブンイレブンの ATM に行ってみてください。なんと ATM の数字キーには静電容量無接点方式のスイッチが採用されているのです。セブンイレブンいい気分ですね。そんな高級キーボードリアルフォースですが、実はキーボードのラインナップがめちゃめちゃ多い。そのためこういう機能があったらいいのにとか、こういうキーボードが欲しいという自分に合ったキーボードを選ぶことが可能です。リアルフォースキーボードを選ぶ際、具体的に選べる項目としては世代、接続方法、サイズ、配列、色、スイッチ、キーの重さ、アクチュエーションポイント変更機能、RGB 機能、キー印刷という項目があります。その結果として暗号のようなウェブサイトが生まれてしまったんですけどね。そんな膨大なラインナップの中から自分に合った最高のリアルフォースを選ぶためには型番に注目しましょう。型番とはこれのことです。一見するとわけのわからない文字列のように見えるこちらの型番ですが、実はここにはこのリアルフォースはこんな機能がついてるんだよというトープレさんからのメッセージが残されているのです。というわけでここからはこの型番に注目しながらリアルフォースの選び方について解説していきます。丸1世代。現在発売されているリアルフォースには第2世代と第3世代があります。第2世代はかなり角張っているようなデザインで、第3世代は比較的丸みのあるデザインとなっています。型番としては第2世代のリアルフォースには R2、第3世代のリアルフォースには R3 と記載されています。ただし第3世代のリアルフォースにも第2世代にそっくりなデザインをしているキーボードもあるので若干の注意が必要です。丸2接続方法。リアルフォースには有線モデルとハイブリッドモデルの2種類がラインナップされています。有線モデルとは文字通り USB 接続のみのモデルであり、ハイブリッドモデルとは USB 接続に加え Bluetooth によるワイヤレス接続にも対応しているモデルです。ちなみにワイヤレス接続をする場合は乾電池を使用して駆動します。第3世代のリアルフォースの場合は型番の R3 の後ろに H と記載されている場合はハイブリッドモデルであり、 U と記載されている場合は有線モデルとなります。ちなみに S と記載されている場合には有線モデルですが、キーボード本体のデザインが第2世代リアルフォースのような角張ったものになります。なお第2世代リアルフォースについては全て有線モデルとなります。丸 3OS。 世の中で使用されている PC の OS は基本的に Windows か Mac の2択になっているかと思いますが、リアルフォースキーボードも Windows 向けキーボードと Mac 向けキーボードの2種類がラインナップされています。第3世代のリアルフォースについては左から4番目のアルファベットを見るとどちらのモデルになっているかがわかります。ここが A から D の場合には Windows 向け、E から H の場合には Mac 向けのモデルとなります。第2世代のリアルフォ
フォースについてはハイフンによって3つのブロックに分かれている型番のうちの真ん中ブロックの末尾に M と記載されていれば Mac 向け、何も記載されていなければ Windows 向けのモデルとなります。4サイズ。リアルフォースには2種類のサイズがラインナップされています。一つはフルサイズ、もう一つはテンキーレスサイズです。言い換えれば数字キーのみの部分であるテンキーが搭載されているモデルと搭載されていないモデルの2種類があるということです。第3世代リアルフォースの場合は先ほど OS で見た部分と同じく左から4番目の数字を見ます。ここが A、B あるいは E、F と書かれていればフルサイズ、C、D あるいは GH と書かれていればテンキーレスサイズのキーボードとなります。第2世代リアルフォースの場合は型番の R2 の後ろに TL と書かれていればテンキーレスモデル、何も記載がなければフルサイズモデルのキーボードとなります。5配列。リアルフォースキーボードには日本語配列と英語配列が用意されています。第3世代リアルフォースの場合は先ほど見た左から4番目の文字に配列についても記載されています。この部分のアルファベットが A、C、E、G の場合は日本語配列、B、D、F、H の場合は英語配列となります。ここで第3世代リアルフォースの左から4番目の文字についてまとめてみると、この部分が A であればテンキー付き Windows 日本語配列、B であればテンキー付き Windows 英語配列、C であればテンキーレス Windows 日本語配列、D であればテンキーレス Windows 英語配列、E であればテンキー付き Mac 日本語配列、F であればテンキー付き Mac 英語配列、G であればテンキーレス Mac 日本語配列、H であればテンキーレス Mac 英語配列ということになるのです。いや、トープレさん、この文字に意味持たせすぎですよ。なお、第2世代リアルフォースについては3つのブロックに分かれている型番のうちの真ん中部分に JP とあれば日本語配列、US とあれば英語配列となります。こちらはシンプルで非常に分かりやすい。6色。リアルフォースはカラーについてもいくつか選ぶことができます。リアルフォースキーボードのカラーについては本体ボディとキーキャップの2つの部分から構成されています。まずは第3世代リアルフォースについて、本体ボディに関しては Windows モデルであれば基本的にキーキャップと本体ボディは同じ色になります。すなわちキーキャップがホワイトならボディもホワイト、ブラックならボディもブラックということです。それに対して Mac モデルの場合、本体ボディがシルバーがかったカラーになります。つまりキーキャップがホワイトの場合、ボディはライトシルバー、ブラックの場合はボディがダークシルバーというカラーになります。仮に俺は絶対にシルバーがいいと思ったとしても Windows ユーザーであれば Mac モデルのキーボードを使うわけにはいかないので諦めるしかありません。そしてキーキャップのカラーについては Windows モデル、Mac モデルともにブラックとホワイトという2色がラインナップされています。型番としては左から5番目の位置にあるこの数字、ここが1か3、つまり奇数の場合はブラック、2か4、つまり偶数の場合はスーパーホワイトとなります。一方、第2世代リアルフォースの場合、現在発売されているのはブラック、アイボリー、スーパーホワイトの3種類。残念ながらスーパーホワイトは Mac モデル限定のカラーとなります。型番の一番最後の部分に BK とあればブラック、IV とあればアイボリー、WH とあればスーパーホワイトとなります。7スイッチ。リアルフォースのスイッチには通常スイッチと静音スイッチの2種類がラインナップされています。静音スイッチとはその名の通りタイピング音がより静かなスイッチのことです。打鍵音としては通常スイッチがスチャスチャ、静音スイッチがポコポコというような音になります。通常スイッチと静音スイッチとで打鍵感も変わってくるため、ぜひどこかで試し打ちをしてみてより好きな方を選んでいただきたいところですが、僕自身は通常スイッチの方が好きです。第3世代リアルフォースの場合、型番の左から5番目の位置にある数字が1、2の場合には静音スイッチ、3、4の場合には通常スイッチが搭載されたモデルとなります。第2世代リアルフォースの場合は3つのブロックに分かれている型番のうちの1つ目のブロックの中に S という文字が記載されていれば静音スイッチ、何も記載されていなければ通常スイッチが搭載されたモデルとなります。ちなみに現在のリアルフォースラインナップとしては静音スイッチを搭載したモデルがほとんどを占めており、通常スイッチ愛好家の僕としては肩身が狭い。
8、キーの重さ。リアルフォースキーボードではキーの重さも選ぶことができます。すなわち、キーを一つ押し込むのにどれだけ力を必要とするかを選ぶことができ、重さが軽ければ軽いほど軽い力でタイピングをすることができます。現在のラインナップとしては 30g、45g、そして変荷重の3種類があります。変荷重とは人差し指で押すキーを 45g、小指で押すキーを 30g というように、キーの位置によって重さの違うスイッチが採用されているモデルとなっています。ちなみに僕は 30g モデルが好きです。これまでに経験したことのないようなソフトタッチでキーを入力できるのが心地よくて癖になります。第3世代リアルフォースの場合は一番後ろの数字がキーの重さを表しています。この数字が1であれば 45g、2であれば変荷重、3であれば 30g のスイッチが搭載されたモデルとなります。第2世代リアルフォースの場合は配列を表している JP や US の後ろに記載されている文字がキーの重さを表しています。この部分が4であれば 45g、V であれば変荷重となります。9、アクチュエーションポイント変更機能。リアルフォースにはアクチュエーションポイント変更機能が搭載されているモデルと搭載されていないモデルがあります。そもそもアクチュエーションポイント変更機能とはどういったものなのか軽く説明をしておきます。キーボードを入力する際には当たり前ですがキーを押し込みます。キーを押し込んだ際には基本的にそこの硬い部分にぶつかることになります。このような動作を通してキーが PC 上に入力されるわけなのですが、実は必ずしもキーをそこの硬い部分まで押し下げなくともある程度の位置までキーを押し下げることができれば PC 上に入力されます。このキーの入力判定がある高さをアクチュエーションポイントと呼ぶのです。そしてこのアクチュエーションポイントの位置を変更することができる機能こそがアクチュエーションポイント変更機能なのです。このアクチュエーションポイントの値を小さくすれば小さくするだけ、ちょっとキーを押しただけで入力されるようになります。なのでより素早い入力が可能となるのです。なおこのアクチュエーションポイント変更機能については現在発売されているほとんどのリアルフォースキーボードに搭載されており、第3世代リアルフォースについては標準装備となっています。第2世代リアルフォースの場合は3つのブロックに分かれている型番のうちの1つ目の部分に A という文字があればアクチュエーションポイント変更機能が搭載されているモデルであり、記載されていなければ搭載されていないモデルになります。10、RGB 機能。リアルフォースキーボードの中にはバックライトが搭載されているモデルが存在します。その名もリアルフォース RGB。文字通り7色に光ります。一見光るキーボードが欲しい方には絶好のアイテムかと思いきや、実は打鍵感が通常のリアルフォースと似て非なるものとなっています。実際に試していただければわかりますが、リアルフォース特有のスコスコとした滑らかな感触がなく、なんだかカチャカチャしたような打鍵感です。なのでもしも購入する際には打鍵感が大きく違うことを念頭に入れておきましょう。11、キー印刷。リアルフォースキーボードのキー印刷には2種類の方式があります。それはレーザー印刷と消化印刷。レーザー印刷はいわゆる通常の印刷であり、キーの文字部分がかなりテカテカした感じになっています。一方の消化印刷はキーキャップそのものにインクを染み込ませるような印刷方法であり、どれだけ使用しても印刷が剥がれたり消えたりしないのが特徴です。一方で印字の色自体も異なり、レーザー印刷は黄色なのに対し消化印刷は黒色です。よってブラックのキーボードを選んだ場合に消化印刷だと文字の色と重なってほとんど文字が見えないという状況になります。ただし残念ながらキー印刷方式そのものは選ぶことができないため、黄色い文字がいいのに英語配列モデルは全部消化印刷じゃねえかということが起こります。どうしても我慢ならない場合には別売りのカラーキーキャップセットの導入を検討してみましょう。というわけでここまでリアルフォースキーボードの見分け方について長々とお話ししてきましたが、最後に実践編としてキーボードの型番を一つ見てみましょう。それがこちら R3HC23 では、こちらのキーボードは一体どんな特徴を持っているのか分析してみましょう。まずは頭から R3 とあります。なのでこちらは第3世代リアルフォースということになります。丸っこいデザインの方ですね。続いて H という文字があります。
つまり USB 接続と Bluetooth 接続に対応したハイブリッドモデルということがわかります。その隣の文字は C。この文字はキーボードの配列を表しており、C は点キーレスで Windows 日本語配列という意味でした。ここだけ詰め込みすぎ。さらにその隣の数字、ここには2と記載されていたので、こちらのキーボードはスーパーホワイトであり、静音スイッチが搭載されているモデルということがわかります。そして最後の数字、ここはキーの重さについて表しており、3と記載されています。つまりキーの重さは 30g ということがわかります。よって正解は第3世代リアルフォースでワイヤレス接続に対応していて、点キーレス日本語配列の Windows 向けモデルであり、カラーはスーパーホワイト、そして静音かつ 30g のスイッチが搭載されているキーボードということになります。これでようやく暗号のようなウェブサイトの意味がわかるようになりました。おめでとう。というわけで今回はリアルフォースキーボードの選び方と題して、リアルフォースキーボードにはどんな機能があってどんな項目を選ぶことができるのかについて解説してきました。ぜひ皆さんも自分に合った最高のリアルフォースキーボードを見つけてハッピータイピングライフを過ごしてみてはいかがでしょうか。この動画が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter 等やっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。